こんにちは、イフィです。私実は今日本に帰ってきていて、2021年になってすぐロサンゼルスから日本に帰国しました。理由は金銭的な問題がちょっとあってやむを得ず帰国ということになったんですけど、今回は LAX から羽田空港までの流れを説明したいと思います。どんな感じだったのかっていうのをお話ししていきたいと思います。では早速、まずチェックインの際、インターナショナルターミナルは本当にガラガラで、もう本当に誰も歩いてないくらいだったので、チェックインはすぐできたんですけど、チェックインの際にオンラインから書類の記入をできるバーコードと健康カードっていう宿泊先とか連絡先を自分で記入する紙をもらいました。それとチェックインする前にカウンターの方に3日以内に行ったコロナの検査結果を確認されました。で、私コロナの検査って特にアメリカどこに行ってもいっぱいで何時間も待ってとかあるじゃないですか。だからその72時間以内にやった検査結果を出さなくちゃいけないんですけど、ギリギリになるのが嫌でぴったり72時間前になるように病院に行ったんですね。病院というかアージェントケアに行ったんですね。3時間ぐらい外に並んでいたのでちょっとそこはコントロールできなかったんですけど、思ったよりもちょっと早く検査されてしまって72時間よりも記入された時間が6分ぐらい早かったんですね。それをカウンターでこれ72時間には入りませんって言われちゃって、でもそんな6分だからお願いしますってちょっとお願いして、今回は6分、5分6分なら大丈夫ですって言われたので無事にチェックインすることができました。空港に着いてチェックインしてセキュリティを通ってって全部で15分で終わりました。本当にガラガラで誰もいなかったので15分で全部終わりました。で、そのゲートに着いてからはチェックインの際にもらった書類の記入を、羽田空港に着いてすぐその書類が必要とのことだったので、そのプロセスがスムーズにいくようにその書類の記入をゲートで待っている間などにお願いされました。飛行機の中は普通の JAL の大型便だったんですけど、乗客は本当に20人ちょっとぐらい、20人いるかないないかなくらいだったのでだいぶ少なかったですね。ガラガラでした。本当にちゃんと間隔を空けて席は振り割ってくれているので、隣はもちろん誰も座ってなかったですし、自分の列は空でしたね。私とあともう一人だけ、私が右の列にいたのでもう一人の方は一番左の席に座っていて、前後も空いていて間隔はすごく空けられていたので、食事の時とかにマスクを取っても結構心配なく食事はできました。ただロサンゼルスから羽田まで12時間のフライトでずっと食事以外はマスクをしなくちゃいけなかったので、そこはちょっと私はもう皮膚が弱いので耳の後ろがすごく赤くなってただれちゃいましたね。私みたいにちょっとマスクとかで肌に影響が出る方は工夫をしてから行った方がいいかなと思います。日本に着いて飛行機を降りてすぐ集団行動ということで、お客さん全員が降りるまで一列になってゲートのところで、みんなで並んで待って、その間に黄色いタグみたいのを腕につけられました。みんなそのタグは検査結果待ち室までずっとつけているものですというかつけていました。その便の乗客全員一列に並んで検査をするお部屋まで行ったんですけど、その間は検査室とかその書類を書くところは写真撮影などが禁止されていたので動画は撮れなかったんですけど、チェックインでもらった書類を提出というか確認していただいて、テストチューブをもらって、テストチューブというかテストに使う容器をもらって、羽田空港は唾液検査で、壁になんか梅干しとレモンの写真が貼ってあって、それを見てよだれを出してねっていうことらしいんですけど、それで自分でよだれを取って自分のよだれをその容器の中に自分で入れて、ドロップオフして、でそこからまたちょっと歩いて、そこからは個別行動というか個々で動いたんですけど、その後にまた別のお部屋に歩いてって、そこでは、連絡先の確認とあと宿泊先の確認をされました。それと出発国で受けたテスト結果をチェックされました。その時もちゃんとテストの時間とかを確認されました。でその後何もない人はスムーズに待機室に行くんですけど、
テスト結果が出るのに2時間かかると私は言われたんですけど、で結構混んでて人も多かったんですけど、私の結果はまあ30分ぐらいで出ました。で30分ぐらいで自分の番号を呼ばれて、で陰性ですって言われて、陰性ネガティブですって言われて、でまあその後普通に入国審査のところまで歩いて行きました。荷物を取るところ、そうですね、荷物を取るところまで歩いて行きました。待機室には結構人がいたいんですけど、入国審査は結構ガラガラだったので、一度も止まることなくスムーズに入国することができました。私の場合は着陸してからそのテストを受けて書類を確認して、テスト結果を待って入国審査をしてっていう全部のプロセスは1時間ちょっとで終わることができました。まあ混み具合とかによるんだと思うんですけど、私の場合は1時間で外に出ることができました。で自粛期間中なんですけど、私は友達から結構保健所から毎日電話がかかってきて体温聞かれるよとかそういう話を聞いていたので構えていたんですけど、毎日ちゃんと体温取って構えてたんですけど、私の市の保健所は私が入国して5日くらい目でやっとメールが1通来ました。体温と体調を教えてくださいっていうメールで、そのメールの最後に元気なら今後毎日の連絡は必要ないですって書いてあったので、自粛期間中の保健所の対応っていうのは多分県とか市によってすごい違うと思うので、そこは皆さん違くなると思います。はい、ということで私の帰国のプロセスはこんな感じでした。まだまだ厳しい状況が続きますが、皆さんお体にお気をつけください。またね。